とイギリスで夢錦っていう聞いたことないんだけどお米を購入しました。私これ届くまで気づかなかったんだけど、これ一体どこさやと思う？コシヒカリといえば新潟よね。欧州さん、なんか違和感。皆さんこんにちは、カノチャンネルのせーの、カノです。皆さんはイギリスと言ったら何を思い浮かべますか？イギリスに来る前はそうだな、イギリスといえばビッグベン、今工事中で一度も本物見れたことないけどな。あとはロンドン橋。日本で言ったらそのロンドン橋落ちたとかっていうあの歌がすごく有名じゃん。もう子供の時から聴いてるみたいな。一体ロンドン橋ってどんなのだろうって風に思って行ってみたら、実はただの橋っていう。でしかもロンドン橋で検索したらロンドン橋から何十メートル先にある隣のタワーブリッジが出てくるという始末。ゲセヌ。でもその中で想像以上やったっていうのがアフタヌーンティーだったんです。想像以上もなんも日本でアフタヌーンティー食べたことないけどな。誘われたことはあって、結局行かなかったんだけどアフタヌーンティーのその値段とかどういった場所でとか調べてみると、日本だったらまずホテルよね、そういうとこでその値段がめっちゃが高いの。安いアフタヌーンティーを探してもなんかそれでも3000円とかするからね、5000円とかもザラにあって、1人の値段なんよこれ。2人と彼女じゃないよ。それでなんで行かなかったんだろう結局。乗ってるもの自体っていうのがそんなに高いものじゃないよね正直言って。一番下のお皿だったらサンドイッチが乗ってるからね。で2段目の真ん中にスコーンが置いてあって、一番上にデザートとか、この一番上のやつをね再現するのは正直すごい難しいけれども、この2段においては家でも正直作れそうじゃん。しかも安く。アフタヌーンティーって言うけど、そんなお皿持ってるんかいなって思った方、私もそう思ってインターネットでケーキスタンドなんか売られてないか調べていたところ、なんと葉っぱもりもり、いちごもりもりのセールで安く売られていたので、このケーキスタンドを購入しました。 30% オフ。2段やけど。それでは行きましょう。よいしょ。じゃあまずはエプロンから。これは昔平気だったのに今じゃちょっと苦手な顔出しじゃないか。いや、ものすごく苦手や。はい、今日これ私が使う材料なんですけれども、本来であればサンドイッチ用意したかったんだけど、なんせね3段っていうことも2段だし、やっぱお昼食べてってこともあってあんまねお腹空いてないんよね。だから3つの中で優先して除外するものがあるとすればサンドイッチかなと。でスイーツの部分めっちゃ作るの大変やから買ってきたわ。ずれてる。なんでこんな持ち方をするのかというと、でかいネズミが待ちきれなくて帰って早々食べてしまったのである。ちなみにスーパーはこんな感じ。デザートコーナーも充実しております。お気に入りのマカロン。どんな有名店よりこのスーパーのマカロンが美味しいよね。他はまだ食べたことないケーキばかりだから今度食べてみようかな。日本のスーパーで売られているケーキはプラスチックの箱が多いけど、イギリスでは紙の箱が多いです。今回はマカロンとイチゴタルトに決めたけど。でもスコーンってかなり実はレシピが単純でかなり作りやすいので、今日はこの5種類の材料を使ってスコーンを作って食べようと思います。もう略して手抜きアフタヌーンティー。では行こう。薄力粉、バター、砂糖、ベーキングパウダーをボウルに入れる。ベーキングパウダーだけ小さじ2っていくつやん。ベーキングパウダーを2杯。次は薄力粉 200g。 多分これ粉物だから振った方がいいとは思うんだけど、手抜きアフタヌーンティーやからこういうところも手抜きしようかな。薄力粉 200g。 花巻じいさんみたいな気分。入れすぎた。携帯もカメラも手も粉まみれや。次は砂糖 50g で、なるべくならブラウンシュガーがおすすめだそうです。次バター 50g なんだけど、目分量や難しいな意外と。そういえばスーパーに行った時、普通のイチゴとか置いてあるあのコーナーにこのパッションフルーツの中身がくり抜き取られた生のフルーツが売ってました。日本で私パッションフルーツって食べたことなくって、ニュージーランドに行った時に私初めて食べたよね。めっちゃ美味しかった。グアバとかパパイヤとか、パパイヤ微妙だけどマンゴーとか南国のフルーツが好きな人であればもう必ず刺さるね。
これちゃんと私スコーン作れるのか正直言ってあんま自信ないんだけどなんだかな、実はこう見えて昔結構お菓子作りしてたんよ、子供の頃。クッキーしかレパートリーないけど自分で一人でもクッキー作れるっていう風に過信した時代があったんよ。小学校低学年の頃かな。家中探したけど小麦粉だけがなくって、目の前にたこ焼きの粉が置いてあったんよ。色も一緒だし粉だし大丈夫だろうって風に思ってクッキー作ったら、クッキーなのに出汁の味がするとかね。できたクッキー美味しくなかったから、だからおじいちゃんとか一緒に住んでる家族、お母さんとかに配りに行ったら食べてくれなくてもうそれが私にとって当時のトラウマになりまして、それからね、お菓子作り自体は憧れて、お菓子作りの型とかね、タルトの型とか一式揃えるけど作らないみたいなね。お 100g 違った、 100ml 牛乳は風味はまあ普通なかなかこれ力いるな。これ私うどんでも作れるんじゃないかってくらいコシがあるわ。ほい、図工の時間思い出す、昔の。ほいほい。そういえば手作りで思い出したけど、私がアメリカにいた時、友達が誕生日プレゼントのお祝いとしてケーキを作ってきてくれたんよ。そのキャロットケーキ。ケーキ作ってくれたの、ありがとう、嬉しい。クリームの色緑と紫みたいなね。はい、よっしゃ、じゃあ今からこれできたのでオーブンに入れておこうと思います。今この焼いてる間にちょっと準備をしようと思います。お、できたー。ミントンミントン。これぞアフタヌーンティーにぴったりな背景。小鳥のさえずりも聞こえて、天気もいいし、この吹き抜ける風よ。今ボキっていた。で、今日はスコーンに塗るやつはこのジャムと、あとはこのクロテッドクリームっていうバターよりもちょっと軽やかかな、なんかライトな感じでもそれでもクリーミーで美味しいっていうのがこれ。ほい、じゃあ今から早速食べようと思います。嬉しいな、出来たてほやほやだからね、このスコテッドクリーム。違った、間違えた。このスーパーで買ったマカロンめっちゃ美味しいから。ということで、じゃあこれから食べようと思います。ちょっと待って。そっちってイギリスに住んでるって言ってなかったっけ？全然食べ方なってなくない？それ大丈夫？全部ずれて。わかった。っていうか、一体この人誰なんや。突然入ってきて。私入れないから。そう、オッケー。っていうか、何がダメやった？それすらも気づいてない。アフタヌーンティーは下の段から食べていくから、上から決して取っちゃダメっていうルールがまず一つあって、だから今この中で言うとスコーンから食べるので、スコーンの食べ方もちゃんとナイフで真ん中に切って2つに分けるっていうところもあるから。で、ジャムとクロテッドクリーム取るときはちゃんとそれぞれのスプーンでダイレクトに塗るんじゃなくて、まず自分の持ってるそのお皿につけてから、そこで初めてスコーンに塗ることができるから。塗り方も結構いろいろあって、クリームから先塗るかジャムから先塗るかっていうのは結構言い争ってる人たちがいるんです。面白いね。で、南部の人だったらジャム先に塗るらしい。これどっちでもいいけど、正直ね、日本人としてはどっちでもいいみたいな、そんなことで早くやって。いいね。南部の人じゃないから別にジャムから塗らなくてもいいけど、で、片方取ってそう塗り始めると。なんかうるさいな。じゃあいただきます。どうや？美味しい？よかったじゃん。ドタバタの中で見つけたこのレシピ美味しくてよかったじゃん。一応ね、これプロのレシピって書いてはあったけどさ、今めっちゃ大きな口って食べたでしょ。それダメ。アフタヌーンティーに載ってるものは全部一口サイズで食べれるようにして。一口サイズ。私正直見た目すごい舐め腐ったこと言ってたけど、今日このアフタヌーンティー取り始めた時は、正直そんなにお腹空いてるわけでもなかったし、いっぱいってまでは言わないけど、すごいお腹落ちてた時だったの。だから正直これら食べれるのかなってふうに思ったけど、やっぱ別腹やな。